こんにちは。新食系 VTuber のやしろましろです。どうぞよろしく。この動画では古墳時代後期、飛鳥時代の神道史について解説をします。動画の構成は、まず小学校、中学校程度の日本史の大枠を話して、で、その次にその時代の宗教のお話、特に神道と関わりがある部分についてお話をします。最後に理解度を確認するために重要な部分についてクイズを出すという構成です。それでは早速参りましょう。古墳時代後期、飛鳥時代。6世紀頃、朝鮮半島では百済や新羅といった国が力をつけてきました。その結果、茅地域の国々は併合されてしまい、茅地域は日本の大和政権と関係が深かったため、朝鮮半島での日本の影響力は弱まっていきました。同じ頃、日本では四方の豪族たちが反乱を起こすなどして、国内も不安定な時期でした。また、大和政権の中心で政治を行っていた大友氏は、朝鮮半島に関する政策の失敗などからだんだん力を失っていきました。その後、物部氏という豪族と蘇我氏という新しい勢力が対立するようになりました。この争いは、どの王子を大君にするかや、仏教を受け入れるかどうかなどで争っておりました。蘇我氏は仏教を取り入れようとしましたが、物部氏はこれに反対。やがて蘇我馬子が物部の守屋を倒し、さらには崇順天皇を殺するなどして政治の力を強めました。そして女性である推古天皇が即位すると、彼女の甥である聖徳太子が摂政として政治を行うようになりました。聖徳太子は蘇我馬子と協力して中国や朝鮮の優れた政治や文化を学びながら、日本でも大君を中心とする政治制度を整えようとしました。その中でも有名なのが冠の色などで地位を区別する官位12階の制度。これは家柄ではなく、その人の才能や働きによって役人を決めるという制度でした。また、17条の憲法では役人としての心構えや天皇の命令に従うべきことなどが書かれております。一方、その頃、中国では6世紀末に隋という大きな国ができました。そこで日本は隋の進んだ文化や政治の仕組みを学んで、日本の立場を良くするために607年に小野妹子をはじめとした遣隋使を送りました。遣隋使にはたくさんの留学生や僧侶たちも一緒に行きました。大君、大王は後に天皇と呼ばれるようになりましたが、その時期については推古天皇の頃っていう説と、7世紀後半に大君の地位が大幅に高まった天武天皇、持統天皇の頃という説とに分かれています。外交において皇帝と王は王の方が格下とみなされます。なので日本独自の天皇と称号が改められたと言われております。聖徳太子が隋に送ったと言われる書簡に天皇を表す言葉として日いずるところの天子と称して自立した国家として動き始めようとしたと思われます。6世紀末から大君がいた奈良盆地南部の飛鳥の地を中心に日本で最初の仏教文化が栄えました。これを飛鳥文化と言います。ここまでが飛鳥時代前半の大まかな流れです。まとめとしては、仏教をめぐって対立が起こり、仏教推進派の蘇我氏と聖徳太子が勝利。で、この頃に遣隋使が始まるというのがこの時代の重要ポイントです。それではこの頃の信仰と文化といえば、飛鳥時代には外国から様々な考え方や信仰が伝わってきておりまして、日本の文化や政治にも大きな影響を与えました。6世紀頃、百済から仏教が日本に伝えられました。この時の天皇は金明天皇です。仏教の伝来については、日本書紀に百済の王が金明天皇に仏像や経典を送ったとあり、伝来の年は538年、または552年とされております。当時仏教の仏は日本の神々とは別の外国の神、安達氏国の神、万神と考えられていました。そこで仏教を受け入れるかどうかで政治の中で意見が分かれました。蘇我稲目は仏教に賛成。外国では仏教が信じられている。日本だけが背くのは良くないと主張しました。一方、物部のおこしや中富の鎌子は仏教に反対。
今まで神道で神々を祀ってきた安達氏国の神を拝んでしまえば神の怒りを受けてしまうのではないかと考えました。このように数仏派の蘇我氏と廃仏派の物部氏、中富氏が対立して、後に蘇我馬子が物部の守屋を倒したことで仏教が広まるようになりました。仏教が受け入れられるようになりますと、蘇我馬子や聖徳太子の力によってたくさんの寺院や仏像が建てられました。聖徳太子が法隆寺や四天王寺を創建し、蘇我馬子が飛鳥寺、方広寺を創建しました。この飛鳥寺は日本で初めての本格的な伽藍を持ったお寺とされます。お寺の建築には百済から来た技術者も関わっていて、礎石の上に柱を立てて、屋根の上に瓦を敷くという新しい建て方が使われました。しかし、これらのお寺の下からは古墳の副葬品と似たようなものが見つかっていて、日本にもともとあった信仰を土台にして仏教が広まったということがわかります。日本書紀の推古天皇の序には、家臣たちが天皇や親への恩返しのために競って寺を建てたと書かれています。つまり仏教は元々の悟りを開くための教えとしてではなく、先祖の供養、病気併誘、雨乞いなど現実的な願いを叶える信仰、現世利益として受け入れられておりました。また推古天皇は神々への祭りもおろそかにしてはならないとして仏教を受け入れながらも神器への祭祀も続けさせました。この時代に初めて神道という言葉が登場しました。日本書紀の陽明天皇に関する記述で出てきます。この時は大陸から単語を借用しただけで仏法に対抗する言葉として使われたに過ぎず、広く浸透していたわけではないようです。スメラミコト、仏の実りを受けたまい、神の道を尊びたまう。天皇は仏教を受け入れ、神道も大切にされたという意味です。一方、皇徳天皇に関する記述では、スメラミコト、仏の実りを尊び、神道を穴ずりたまう。幾国玉の社の木を切りたまう類これなり。天皇は仏教を尊重して、神道を軽んじられたという意味です。このように、神道と仏教は混同されたわけではなくて、はっきり区別されていたということがわかります。で、6世紀には日本の歴史や神話をまとめた記録として、定記と旧事が作られました。定記というのは天皇の歴史や皇位継承をまとめた記録。旧事というのは氏族に伝わる神話、歌などの伝承をまとめたものです。この2つの書物は、後の古事記や日本書紀の元になったと考えられていますが、現在は現存していません。飛鳥時代の信仰と文化、振り返りクイズ。ここで、これまでの流れを振り返ってみましょう。この時代に、百済から仏教が伝来しました。それは、どの天皇の御代でしょうか？正解は、金明天皇です。金明天皇の時代に仏教伝来、日本書紀に百済の清明王が金明天皇に仏像や経典を送ったとあります。そして仏教を受け入れるか否かで対立が起こりました。日本の神々に対して仏教は外国の神と考えられていました。その外国の神を何と表現していましたか？正解は安達国の神です。安達国の神として受け入れるかで対立、そして仏教派が勝利しましたが、それはどの氏族でしたか？正解は蘇我氏です。蘇我氏の勝利で仏教が広まり、お寺や仏像が建立されました。また、この時代に神道という言葉が初めて使われました。それは日本書紀のどの天皇の記述ですか？正解は陽明天皇です。この時はまだ仏法に対する単語として使われただけのようです。そして古事記、日本書紀の元になったとも言われる記録が作られました。それは何と何でしょうか？正解は定記と旧事です。さらっと振り返る飛鳥時代後半。
7世紀の初め、中国では隋という国が高句麗への戦いに失敗して滅びました。その後、新しく唐が中国を統一し、非常に強い国を作りました。唐では律令と呼ばれる法律の仕組みを作り、人々を戸籍に登録し、その人たちに土地を分け与える代わりに税金を納めさせたり、兵役に就かせたりするという制度を整えました。このようにして唐は強く安定した大帝国になりました。一方、唐が高句麗を攻めたことで東アジア全体が緊張して、日本でも戦に備えて国を強くする必要が出てきました。その頃日本の中では蘇我氏が大きな力を持ちすぎていて、独裁的な政治を行っていたために多くの人が不満を持っていました。そこで645年、中野大江の王子は中富の鎌足と協力して蘇我の蝦夷氏とその子蘇我のイルカを倒しました。その後、中野大江の王子たちは中国の制度を学んだ留学生やお坊さんたちの助けを得ながら、国の仕組みを大きく変える改革を始めました。都はそれまでの飛鳥から浪速、今の大阪市あたりに移されました。そして、これまで豪族が自分のものとしていた土地や人々を公地公民として国が直接支配する方針が出されました。さらに朝廷や地方の政治の組織も改められて、天皇を中心にした政治を目指して権力を一箇所に集めようとしました。これらの改革は645年に日本で初めて使われた元号大化にちなんで大化の改新と呼ばれています。飛鳥時代の後半、日本は中国や朝鮮の動きに大きな影響を受けながら国の仕組みを整えていきました。まず朝鮮半島では唐と新羅が手を組んで百済という国を滅ぼしました。日本は交流があった百済を助けるために663年に大きな軍を送って戦いましたが、白月の絵の戦いで唐と新羅の連合軍に敗れてしまいました。その後、唐と新羅は高句麗も滅ぼしましたけれど、後に新羅が唐を朝鮮半島から追い出して朝鮮半島を統一しました。このような緊張した状況の中で、中野大江の王子は西日本のいろいろな場所に山城を作って、外国からの攻撃に備えました。そして都を大津宮に移して、自らを天智天皇として即位しました。天智天皇は全国の人々を把握するために、日本で初めての戸籍を作るなど様々な改革を進めました。天智天皇亡き後、跡継ぎをめぐって人心の乱という戦いが起こり、弟の大天の王子が勝って天武天皇として即位しました。天武天皇は都を飛鳥に戻して、天皇の力を強めるために律令という法律の仕組みや歴史書の編纂などを命じました。これによって強い中央集権の国家づくりが進められました。天武天皇が亡くなると、その皇后が持統天皇として即位しました。持統天皇は律令制度をしっかり実施する準備を進めて、藤原京という都を作りました。道が5番の目のように整えられた日本で初めての本格的な都です。またこの時代には国の名前として日本という国号が定められたと考えられています。その頃の信仰といえば、飛鳥時代の後半、天武天皇と持統天皇の御代には神道と政治が深く関わる制度や祭りが整えられて、律令国家としての土台が築かれました。神道は神ながらの道、神の意志に従って政治を行うという考え方と結びついていました。例えば大化の改新の時に蘇我の石川麻呂がまず神器を鎮祭し、しかして後祭りごとを図るべし、まず神様を祀ってから政治を論じるべきと意見して、その通りに改新の御事のりが出されました。天武天皇は人心の乱の戦いの中で天照大神にお祈りをして、神武天皇のお墓にお供えをしました。この勝利は神々の助けによるものと信じられており、神と天皇の強い結びつきが人々に意識されました。さらに律令制度の時代には神道の儀式が国家の行事にも組み込まれていきました。例えば月並の祭りと新嘗祭、これらは神と人が一緒に食事をする儀式、神人共食で天照大神に感謝を伝える大切な儀式です。これらの祭りから神道が稲作信仰と祖霊信仰に深く関係していたということがわかります。
天皇が即位した後、最高の年を決めて初めて行う新嘗祭のことを大嘗祭と言います。この大嘗祭では、祭りの前に特別な決祭、身の清めを行う必要があります。決済の方法には次の2つがあります。山菜、肉や血、忌み事などを避けて日常の行動を慎んで身を清める。地祭、日常生活から完全に離れて祭りにだけ集中する。大嘗祭では山菜を1ヶ月、地祭を3日行うと定められていました。大嘗祭では占いによって選ばれた2つの地方、雪の国と月の国から申告が送られます。で、雪の国は最も神聖で清らかな土地。月の国というのは次に神聖とされる土地。当日は天皇が人々から離れた特別な建物、大上宮というところに入って、自ら神様をお祭りしました。日本書紀によると、天武天皇の御代には、新嘗祭の時に雪と月から申告が献上されていたようで、大嘗祭が制度として本格的に整えられたのは持統天皇の御代と考えられています。天武天皇の時代には他にも多くの神道に関する制度が整えられました。風の神を竜田、大海の神を広瀬に祀るなど、特定の神を特定の場所で祀るという制度も始まりました。常設の社殿を持たない諸者が社殿を備えるようになったのもこの時代と言われています。記念祭、年越の祭りという収穫を祈る祭りの基本形式も出来上がりました。また律令制度が整えられていく中で、神儀官という全国の神社や朝廷の祭りを管理する役所が作られました。天武天皇は国の歴史をまとめること、国史の編纂を始めました。この取り組みは後に古事記や日本書紀として完成して、日本の聖史として今に伝わっております。古事記の序文によると、天武天皇はこうおっしゃったそうです。定期や本事、古い伝承は法家の経緯、王家の後期、国の仕組みや天皇の統治の基本である。これを正しく伝え、後の人々が手本にできるように記録せよ。稽古、証拠。この稽古証拠という言葉は昔のことを学び、今の世を明るく照らす手本とするという意味です。飛鳥時代の進行と神儀制度。日本では大化の改新をきっかけに中国の律令制度を取り入れた国づくりが進められました。こうして誕生した律令国家では政治だけでなく神々を祀る祭り、祭祀も重要なものとされました。神儀令と神儀官。国家が行う祭祀の基本的なルールをまとめた法律が神儀令です。この中では、例えば次のようなことが決められていました。どの神社に国家として幣帛、お供え物を捧げるか、感謝の指定、神職へ幣帛を分け与える判幣、祭祀の日程や準備方法、お清めなど、これらを実行するために国家には神儀官という役所が置かれました。神儀官は政治の中心である大上官とは別に独立して置かれ、神事を専門に担当しました。法律と注釈書、領の儀下と領の宗下。律令国家の最初の法律が大法律令です。その後、内容が整理されてできたのが養老律令です。上記の神儀令はこの大法律令と養老律令にあります。これらの律令には神社に関する規定、神社や大社への不法侵入の罰や神事の管理なども書かれていました。また、それぞれの法律をわかりやすく説明するために注釈書も作られました。領の儀下、養老律令の法的解釈の基準を定めた公的な注釈書、領の宗下、様々な注釈を集めた私的な注釈書。これらの注釈書によって当時の法制度の内容が今でもわかるようになっています。神儀令では祭祀の大まかな内容が決められていましたが、実際のやり方、細かな順番や道具などは、後の時代に式という形式でまとめられました。これは今でいうマニュアルのようなものです。上願式というのは、871年に作られた施行催則。上願儀式というのは、儀式に関する催則を記したもの。この2つは公認式というものを元にして補足、改定されました。また、有名なのが縁起式。こちらも施行催則でありまして、
全50あるうちの1から10は神器に関する内容です。現在でも当時の制度や祭祀を知るための非常に重要な歴史的資料です。飛鳥時代の信仰と文化、振り返りクイズ。ここで、これまでの流れを振り返ってみましょう。この時代、神の意志、神の意向に従って政治を行うという考え方がありました。この、神の意志という意味の神道の用語は何でしょうか？正解は、カンナガラです。カンナガラは、神の意志、神の御心という意味。カンナガラの道は、神の意志を実践する道とお考えください。このカンナガラの道の細部については様々な意見があり、定説はありません。そして、祭祀を司る専門の役所、神技官が設立されましたが、それはどの天皇の御代でしょうか？正解は天武天皇です。そして、天武天皇は国の仕組みや天皇統治の基本であるとして、定期と給仕をまとめました。この国の仕組みや天皇統治の基本という意味となる言葉は何の経緯、何の後期でしょうか？正解は放火の経緯、王家の後期です。放火は国家、放火の経緯は国家の事情、いきさつ、王家は君主の徳、後期は事業の基礎、王家の後期は君主の統治の基礎という意味です。そして、これらの伝承を正しく伝え、昔のことを学んで、現在の手本とするという精神で教えとして残そうとしました。この古くを学び、今を照らす手本とするという意味の四字熟語は、正解は稽古証拠です。そして、神社の制度は律令制度とともに発展していきました。もうちょっと流れを振り返ってみましょう。律令制度の中には祭祀に関する法律も定められていました。それは何令というでしょうか？正解は神儀令です。そしてその神儀令は神技官が管理しました。神儀令は大法律令と養老律令の中にそれぞれありましたが、それらの法律を分かりやすくした注釈書が作られました。公的なものと私選のものとありますが、それぞれ何と何？正解は、令の儀下と令の祝下です。そして、祭祀のやり方は、式というマニュアルにまとめられました。重要なものを3つ答えてください。正解は、上願式、上願儀式、縁起式です。特に重要なのが縁起式です。飛鳥時代から律令国家の時代にかけて、日本では神々に捧げる祭りが制度として整えられていきました。その中でも特に重要だった祭りについてまとめます。国家が神々への祭祀を行うためのルールが神儀令です。で、この法律には国が毎年決まって行う恒例祭祀が定められていました。一覧はこちら。特に重要なもののところをピックアップしますね。一番上、記念祭、年越いの祭り。2月に行われる豊作を祈る大切なお祭りです。神職が神技官に集められて、中富市が祝詞を読み上げ、印部市が幣箔を配りました。記念祭は月並祭、新滑祭と並ぶ三大祭祀です。新滑祭。11月に行われる収穫に感謝する祭りで、新しく採れたお米を神様に捧げます。天皇が即位して初めて行う新滑祭の特別版が大嘗祭、大荷への祭り。大嘗祭の前に特定の神社に神国を捧げる祭りが愛滑の祭りです。これらの祭りでは、卯の日が特別な日とされて、祭りの日付に選ばれました。祭りの翌日には、豊あかりのせちえという宴が開かれました。月並祭。6月と12月に行われて、神技官に神職を集めて祝詞を奏上し、幣箔を配りました。追加説明。月並祭の夜には、天皇陛下も参加する神婚式という神様との食儀礼が行われました。内容は記念祭とよく似ていますが、参加する神社の数は少なめです。花沈めの祭り。
3月に大神神社と西神社で行われて、春の花とともに広がる疫病を鎮めるための祭りです。三草の祭り。伊佐川神社で行われて、百合の花で酒樽を飾る独特な祭りです。この祭りには、大賀氏の氏の神が関わっていて、その人物が決まらないと祭りは行われませんでした。大意味の祭りと風の神の祭り。水の神、広瀬神社と風の神、竜田神社に朝廷が祭司を派遣して行う祭りで、豊作と水の恵みを祈ります。道合いの祭りとひしずめの祭り。どちらも悪いものや災いを防ぐ目的の祭りです。道合いの祭りは鬼や病気を防ぐために都の外れで行われました。ひしずめの祭りは火事を防ぐために宮城の四隅で行われました。で、毎年6月と12月の晦日には、人々が犯した罪、汚れを清めるための国家的な払い、大払いが行われました。大払いは災いがあった時だったり、大城祭の前にも臨時で全国一斉に行われることもありました。神仁への祭り、神滑祭。伊勢神宮で行われる最大の収穫祭です。勅使が神様に幣白を届けます。愛なめの祭り。先ほど申し上げたように、大城祭の前に特定の神社に神国を捧げるという祭りです。玉沈めの祭り。天皇の霊魂を強めるための儀式で、大城祭の前に行われました。宮内省に天皇の衣服が運ばれて、特別な場所で儀式が行われます。ここで、これまでの流れを振り返ってみましょう。この時代、最も重要視されていた国家の恒例祭祀を3つ答えてください。正解は、記念祭、新滑祭、月並祭です。この3つの祭祀は特に重んじられていました。そして、天皇が即位した時に最初に行う特別な新滑祭を何というでしょうか？正解は、大城祭です。これらは何の日に行われますか？そう、卯の日に行われて、大城祭の翌日に何という宴が行われますか？そう、豊明かりの設営が行われました。現在でも、祭典の後に直来という主演行事が行われます。この直来は、祭典を構成する行事の一つです。この豊明かりの設営も直来です。その時に新花は白木、黒木という収穫された新米を使って作られたお酒を賜るそうです。そして月並祭は6月と12月に行われて、その夜には天照大神をお招きする儀礼が行われます。それは何という名前の食儀礼でしょうか？正解は人婚時期です。春には疫病を鎮めるための祭儀が行われました。それは何という祭礼でしょうか？正解は花しずめの祭りです。鎮火祭とも言います。当時は春、花の飛散に伴って疫神が四方に分散して病が広がるという考えがありました。それを防ぐために3月に行われました。もう一つ、百合の花にまつわる疫病を鎮めるための祭儀は何という祭礼でしょうか？正解は三草の祭りです。この祭りは百合祭りとも呼ばれ、三草、別名笹百合で酒樽を飾り、神前にお供えをすることから三草の祭りと呼ばれるようです。そしてこの祭儀は大三輪氏の氏族の代表者が必要で、その代表者が定まらなければ行われなかったそうです。この氏族の代表者のことを何というでしょうか？正解は氏の神です。氏の僧とも言います。また4月と7月の年2回に水の神と風の神に豊作と風雨の巡行を願う祭りを何というでしょうか？正解は大意味の祭りと風の神の祭りです。風の神の祭りは風神祭とも言います。水の神様である大和の広瀬神社は大和地方でとても大切にされた大和盆地でいくつもの川が合わさる場所にあります。
その川の上流で祀られていた神様に対するお祭りが大意味の祭りです。また、竜田神社は風の神様を祀っている神社で、こちらも大和の人々にとって大切な場所です。竜田のあたりは、西からの風が大和盆地に入ってくる入り口にあたるため、朝廷は特別な使いを送って、ここでお祭りをしていました。もうちょっと振り返ってみましょう。大城祭の前に行われる祭りで、特定の神社に神国を捧げる祭りを何祭りというでしょうか？正解はアイナメの祭りです。アイニエの祭りとも言います。ここでいう特定の神社は、少し前に出ていた廟の儀下や廟の祝儀、縁起式などに挙げられています。そして、伊勢神宮で行われる最大の収穫祭を何祭りというでしょうか？正解は神嘗祭です。新嘗祭と混同されることが多い祭儀ですが、神嘗祭は伊勢神宮で天照大神に初歩を捧げる祭りです。新嘗祭は宮中及び全国の神社で天照大神をはじめとする八百万の神々に神国を捧げる祭りです。そして年に2回災いを防ぐための祭りが行われました。その祭りは何祭りと何祭り？正解は道八重の祭りとひしずめの祭りです。道八重の祭りは都に悪しき者が入ってこないように都の四方の王子の最短の路上で行われました。ひしずめの祭りは星詰めの祭り、鎮火祭とも言います。火事を防ぐためというのは単なる火事ではなく、宮城の防火が目的であったため、宮城の四隅で行われました。で、天皇が位を受け継ぐことを戦祖と言います。戦祖の日には次のような儀式が行われました。中富氏が夜ごとと呼ばれる天皇の御代が長く続くように願う言葉を神に伝えて、で、次に印部氏が天皇の印である神事の経験を捧げます。皇位継承は天津神からの委任とされて、国の役人たちは名、上、正、直の心で仕えるべきだとされました。神社を支えるために神戸という民戸の戸籍単位が与えられました。これらの人々は神社に税を納めたり、建物の修理や清掃などを行いました。また神社のためにお米を育てる神殿も用意されて、で、祭祀にかかる費用を賄っておりました。ここでこれまでの流れを振り返ってみましょう。天皇の位を受け継ぐことを何と言っていたでしょうか？正解は戦祖です。その戦祖の儀では中富氏や印部氏が特別な儀式を行っていました。まず中富氏が天皇の御代が長く続くことを願って創上したのは何という言葉でしょうか？正解は夜ごとです。そして印部氏は何を祀っていたでしょうか？正解は神事の経験です。神事というのは3種の神器の総称です。天事とも言います。そしてお役人はほにゃららの心で仕えるべきと言われました。このほにゃららに入る4つの漢字をお答えください。正解は上、明、正、直です。この上明、正直の心は清く、明るく、正しく、素直な心という意味で善の心を表します。そして神社に備える稲を作り、経費を賄うためのほにゃららも設けられました。このほにゃららとは何でしょう？正解は神殿です。神殿は水戸城、宮田、神仙殿とも呼びます。以上、古墳時代後期、飛鳥時代の神道史でございます。長いですね。でもまあ、ここの部分は非常に重要でかつ入り組んでおりますのでね、何回も復習されるのがよろしいかと思います。ってなあたりで、今回はこの辺で。また見てくださいね。バイバーイ。